第1章、教皇の陰謀とアテナの危機、聖域、ギリシアに存在するセイントたちの総本山。その頂点に立つはずの教皇は、アテナに仕える最高位のセイントであり、セイントすべてを統べる存在であった。しかし、いつしかその教皇の座は、邪悪な影に蝕まれ、真実のアテナを守るのではなく、己の野望のために権力を振るう者の手に落ちていた。日本に暮らす少女キドサオリ、その正体は現世に転生した女神アテナであった。だが彼女は聖域の陰謀によって黄金の矢に射抜かれ、胸に深く突き立てられてしまう。この矢は普通の医術では取り除けない。唯一救うことができるのは聖域の奥12の級を超えた先に座する教皇のみであった。しかしその教皇こそが沙織を狙った張本人である。12時間以内に教皇の前たどり着けなければアテナは命を落とす。その冷酷な条件こそが邪悪なる支配者の罠であった。聖夜、支流、氷河、春、そして孤高の一騎ブロンズセイントたちはアテナを救うために立ち上がる。だが彼らの前には12級を守護する12人のゴールドセイント、神に最も近き存在たちが立ちふさがるのであった。アテナの命を救うための死闘が今始まろうとしていた。セイントたちはそれぞれの信念と宿命を抱き、聖域の採用を目指して歩み出す。この戦いこそが後に12級の戦いと呼ばれる壮絶な戦士の幕開けである。第2章、白陽級の守護者と土牛級の極。聖域の入り口を越え、まず最初に立ちふさがるのは白陽級。そこを守護するのはお羊座のゴールドセイントムー。彼は普段陰性しクロス修復の秘技を持つ唯一の存在として知られていた。ブロンズセイントたちは彼にクロスを修復してもらった経験があり、その深い知恵と静かな佇まいに尊敬の念を抱いていた。聖夜たちが球に足を踏み入れるとムーはその前に姿を現す。だが彼は戦意を見せることもなく、ただ冷静に告げる。この戦いの行方を決めるのはお前たちの信念だ。行け、ブロンズセイントたちよ。私はアテナの正義を見極めよう。ムーはあえて戦いを挑まず、彼らのクロスを再び修復し、先へと進ませる。最初の球は血を流さず突破された。しかし次の級、母牛級に待つは力の化身とも呼ばれる極のセイント、お牛座のゴールドセイント、アルデバラン。熱い胸板、山のような体格、そしてゴールドセイントの中でも随一の剛力を誇る男。ここから先へは一途たりとも倒産。アルデバランは仁王立ちし、圧倒的なコスモで聖夜たちを威圧する。聖夜は勇敢にも正面から挑み、ペナサス流星剣を放つ。だがその無数の拳は全てアルデバランの分厚い腕に防がれ、逆に一撃で吹き飛ばされてしまう。聖夜の攻撃はゴールドセイントには通じなかった。しかし聖夜は諦めず、何度倒れても立ち上がる。俺たちはアテナを救うためにここに来たんだ。ここで倒れるわけにはいかない。その闘志に呼応するようにコスモはさらに燃え上がり、ついにアルデバランの角を片方折ることに成功する。その瞬間、アルデバランは目を細め戦意を収めた。その心、その闘志、まさしくセイントの誇り。行け、聖夜、お前たちの力を見せてみろ。極の守護者は微笑みを浮かべ道を開いた。こうしてブロンズセイントたちは2つの級を突破し、次なる試練、掃除級へと向かう。だが彼らを待つのは幻影と欺瞞に満ちた迷宮であった。第3章、掃除級の幻影と教皇の影。土牛級を突破した聖夜たちがたどり着いたのは第3の級、掃除級。そこを守るのは双子座のゴールドセイントジェミニのサガ。しかし級に入った瞬間、ブロンズセイントたちは異様な空気に包まれた。宮殿の中はまるで鏡の迷路のように歪み、現実と幻影の境が曖昧になっていく。突如として姿を現したのはゴールドセイントジェミニの幻影だった。ここから先は一歩も通さぬ圧倒的なコスモが襲いかかり、聖夜とし竜は果敢に挑む。聖夜のペガサス流星剣、支流のロザン昇流波をぶつけるが、幻影は容易には崩れない。だが2人は全力で突破口を切り開き、辛くも先へと進むことに成功する。残された春は
その時幻影の奥に潜む真の存在、教皇の影を感じ取った。まさかこの球に教皇そのものが。春は鎖を掲げ、ネブラチェーンを放つ。鎖は幻影を貫き、彼が見据えた次元の向こうの教皇に一撃を与えたのだった。一方その頃、氷河の実に異変が起きる。幻影の力にとらわれた彼は、時空を超えて第7の球、天秤球へと転送されてしまったのである。そこで待っていたのは、氷河の死にして水亀座のゴールドセイント。カム。氷河は死の冷徹なコスモに打ち砕かれ、凍てつくオーロラエクスキューションの前に氷の棺に閉ざされてしまうのだった。こうして総時級を超えた先でも仲間たちはバラバラに引き裂かれ、それぞれ過酷な宿命を背負うことになる。第4章、巨海級の死闘と獅子級の悲劇。聖夜と死竜がたどり着いたのは第4の旧巨海級。そこを守るのは冥界の使者と呼ばれるゴールドセイント、蟹座のデスマスク。彼は赤色冥界歯を操り、敵の魂を死者の国へと送り込む恐るべき男であった。ここは俺に任せろ。死竜が前へ進み出て聖夜を先へと送り出す。死竜はデスマスクの技によって冥界へと引きずり込まれる。死者の群れがうごめく闇の世界の中で死竜の心は一度は絶望に沈む。だがその時、彼の心に故郷ロザンに残してきた恋人春麗の祈りが届く。死竜、あなたは正義のために戦う人、負けないで。その声が死竜のコスモを再び燃え上がらせる。正義を踏みにじるお前にだけは負けられん。死竜の拳は死者の世界をも突き破り、ついにデスマスクを打ち破った。こうして死竜は命を懸けた冥界の戦いに勝利する。一方その頃、聖夜は第5の級獅子級へと足を踏み入れていた。そこに待つのは獅子座のゴールドセイント、アイオリア。かつて日本でアテナを守ることを誓った男である。しかしその瞳は冷たく濁り、聖夜に拳を向ける。アイオリアは教皇の邪悪なコスモに支配され洗脳されていたのだ。なぜだアイオリア、お前がそんなはずはない。聖夜の叫びも届かず、獅子の拘束権が降り注ぐ。その時、戦いを止めるべく、一人の男が身を投げ出した。かつて聖夜の宿敵であり、そして聖夜を思い続けた女。シャイナに仕える男、カシオスである。アイオリア、目を覚ませ。本当に戦うべき相手は、アイオリアの拳を受け、カシオスはその場に崩れ落ちる。その死に直面し、聖夜のコスモは、かつてないほど高まった。カシオスの命を無駄にしない。放たれた聖夜の一撃は、アイオリアの心を揺さぶり、洗脳を打ち破る力となった。我に返ったアイオリアは、自らの愚かさに涙しつつ、アテナの正義を信じると誓い直す。聖夜は、その思いを胸に刻み、仲間たちと共に、次なる宮、処女級へと進むのだった。第6章、処女級の死闘と、天秤級の救済。処女級、そこに座していたのは、最も神に近きゴールドセイント、バルゴの釈迦。聖夜、死竜、春の3人は挑むが、その圧倒的なコスモの前に、次々と倒れる。その時、燃え盛る炎のごときコスモと共に現れたのは、孤高の戦士、フェニックスの一騎だった。俺の兄弟にこれ以上、手を出すことは許さん。一騎は釈迦と激突し、互いに幻影を操り合う。だが、釈迦はついに瞳を開き、非奥義天武法輪を発動。五感を奪われていく。一騎は絶対絶命に追い込まれる。しかし、その極限の闇の中で、一騎は新たなる次元へと至った。セブンセンシズ、第7巻の覚醒、不死鳥は何度でも蘇る。覚醒した一騎のコスモは釈迦と互角に拮抗し、激突の果てに二人の姿は閃光の中へ消えていった。そして第7の級、天秤級。そこには氷の棺に閉ざされた氷河が横たわっていた。死である水亀座の神に敗れ、全身を凍りつかされていたのだ。死よ、どうか氷河を救わせてください。死竜は死、どうこの導きを受け、天秤座のゴールドクロスに宿る12の武具を呼び出す。その一つ、天秤の剣を振るい、氷河を閉じ込めた氷を打ち砕いた。だが、氷河の体は冷え切り、命の炎は消えかけている。聖夜と死竜は、先を急ぐため先行し、氷河のそばには、春が残った。氷河、絶対に君を死なせない。春は、自らのコスモを極限まで燃やし、全身から溢れる熱を氷河に送り込む。
己の命を削ってでも仲間を救おうとするその姿に、わずかに氷河の指が動き、息を吹き返し始めた。こうして氷河は再び希望をつなぎ止められ、ブロンズセイントたちは前へと進む力を取り戻した。第8章、天活級の白鳥と人馬級の石。第8の級、天活級。赤きコスモを放つゴールドセイント、スコーピオンのミロが立ちはだかる。級へ突入した聖夜と紫龍は瞬時に放たれた必殺技スカーレットニードルの連撃を受け床に倒れ込んだ。紅の針は全身の急所を突き彼らの体力を奪っていく。その時氷のごとき霊気をまとい一人の戦士が姿を現した。氷漬けの危機から仲間に救われたキグナスの氷河。彼は負傷した春を抱え天活級にたどり着いたのである。ここは俺に任せろ、先に進め。氷河の声に従い、聖夜とし、龍は周囲を連れて先へ進んだ。残された氷河とミロ、戦いは熾烈を極めた。スカーレット・ニードルは氷河の全身を次々に貫き、彼のクロスを血で染めた。やがて彼は五感を全て失っていった。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、すべてが奪われ、立つことすら困難な氷河。だが、彼の心には、死や仲間の思いが燃えていた。まだだ、俺には、最後の一撃が残っている。氷河は、最後の力を振り絞り、ダイヤモンドダストを放つ。その一撃は、ミロの生命点を突き、彼のコスモを揺さぶった。氷河は力尽き、崩れ落ちる。だが、ミロは彼を見下ろし、静かに言った。この男、セイントとしての誇りを持っている。ならば、見届けよう。ミロは、氷河の命を救い、彼らの戦いを終えることを選んだのだった。こうして天活級を超えた仲間たちは、第9の級、人馬級に集結する。そこに突如現れるサジタリウスのクロス。クロスはかつてアテナを守り抜こうとした男、イテザのアイオロスの遺言を示した。ここを訪れし少年たちよ、アテナを託す。お前たちの使命は女神を守り抜くことだ。壁に刻まれたそのメッセージに、聖夜たち4人は改めて心を一つにし、誓いを新たにする。必ずアテナを救い出す。第9章、魔活級の決戦と水亀級の指定対決。第10の級、魔活級。そこを守護するのは剣の化身と呼ばれるゴールドセイント、カプリコーンのシュラ。彼の両腕には黄金の聖剣エクスカリバーが宿り、その刃は岩すら切り裂く鋭さを誇った。紫龍は己のコスモを燃やし死を覚悟して挑む。ここは俺が引き受ける。激しい死闘の中、紫龍は自らの胸を開き、あえてシュラの剣を受け入れた。この腕もらった。胸を貫かせることでシュラの左腕をへし折り、聖剣は右腕のみとなる。だが、それでもシュラは強大だった。紫龍は最後の手段を選ぶ。禁じて、ロザン交流派。己の命を燃やし尽くし、敵を抱えたまま天へと舞い上がり、摩擦熱で共に消滅する技。この命と引き換えに、仲間を守る。紫龍はシュラを抱え、大気圏を突き抜けるほどの高さへ登っていく。その最後の瞬間、シュラは紫龍の心に打たれ、彼こそ真のセイントと悟る。紫龍、この俺の命とクロスをお前に託そう。彼は己のゴールドクロスをし、龍の体にまとわせ、地上へ送り返した。こうして魔活級の守護者は散り、紫龍は瀕死のまま地上に戻った。第11の級、欧米級。そこに待つのは氷河の死にして水亀座のゴールドセイント、アクエリアスの神。氷河、お前に足りぬものは第7巻だ。セイントとして覚醒せねば仲間を救うことはできぬ。そう告げる死の拳は冷徹でありながらマナ弟子への最後の教えでもあった。神の絶対零度の技によって氷河は再び氷の棺に閉じ込められる。だが今度の氷河は違った。俺はもう倒れない。仲間を救うために自らの力で氷を打ち破り、絶対零度に近づきつつあるコスモを解き放った。そして指定は最後の奥義を同時に放つオーロラエクスキューション。2つのコスモが激突し、欧米級は閃光と極寒の嵐に包まれる。やがて光が収まった時、そこに立っていたのはクロスを血に染めながらも前を見据える氷河だった。死よ、あなたの教え、確かに受け取りました。神は静かに微笑み、氷の中へ崩れ落ちていった。死の命を懸けた教えは、弟子の魂に確かに刻まれたのである。だが、氷河もまた、力を使い果たし、倒れ伏すのであった。
こうして聖夜たちは命を落とした仲間としてへの戦いを超え、第11の級を突破した。第10章、蒼魚級の死闘と強行の前。12の級の最終関門、蒼魚級。そこに挑むのは舜と聖夜だった。聖夜は先に進み、舜はアフロディーテとの戦いに臨む。宮から外に出る聖夜、床一面には無数のバラが敷き詰められていた。おかしい。聖夜は異様な香りに気づくが、その時にはすでに遅かった。赤きバラロイヤルデモンローズの毒に侵され、聖夜の体はしびれ、やがて意識を失ってしまう。お前は僕の死の敵。この手で必ず撃つ。アフロディーテこそ、かつてアンドロメダ島を襲い、死のダイダロスを死に追いやったセイントであった。舜は鎖を振るい、ローリングディフェンス、サンダーウェーブ、ネビュラチェーンを次々と繰り出す。だが、アフロディーテは悠然とバラを放ち、黒木バラキラニアンローズが鎖を切り裂き、舜を追い詰める。これで終わりだ。アンドロメダ、もはや後のない舜。しかし、その心には仲間とアテナを守る強い決意があった。ならば、僕の全てを見せてやる。舜は封じていたコスモを解き放ち、必殺のネビュラストームを発動する。猛烈な嵐のようなコスモが吹き荒れ、アフロディーテのバラを粉砕する。互いに最後の一撃を放ち合い、ついに二人は相打ちとなった。舜は力尽きて倒れるが、彼の心は仲間に託されていた。一方その頃、バラの毒に倒れた聖夜は、夢うつつの中でマリンの救いの手を受ける。マリンは聖夜の体を支え、必死に先へ進ませようとする。しかし、毒の力はあまりに強く、彼女自身も倒れてしまう。聖夜は残された力を振り絞り、コスモを燃やす。俺はまだ戦える。ペナサス流星剣が放たれ、道を塞ぐバラを一気に吹き飛ばした。その時、現れたのは、シルバーセイントのシャイナ。彼女は聖夜の前に立ち、マリンを引き受ける。マリンは私に任せろ。お前は行け。聖夜、仲間の思いを背に、聖夜はついに西王、教皇の前と進む。そこに待ち受けていたのは、この全ての陰謀を操る男、双子座のゴールドセイント、ジェミニのサガであった。第11章、教皇の間、宿命の終焉。西王の教皇の間、教皇に迫る。聖夜、流行る彼に素顔を見せる教皇。黄金の矢は教皇にも抜くことはできず、消し去るためにはアテネの盾が必要であることを彼は説く。その姿はとてもアテネを害する者のようには見えない。突然苦しみ出す教皇。白い髪の毛が黒く染まってゆく。善の人格が消え、完全に邪悪な心に支配されたサガは圧倒的な力で聖夜を追い詰めていく。小僧ごときがアテナを救えると思うか。剣のような拳が振るわれ、聖夜の五感は次々と奪われていく。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。聖夜は闇に閉ざされ、立つことすらままならなくなった。その頃、処女級。異次元に消えたはずの一騎が乙女座の釈迦に導かれ、現世へと帰還する。不死鳥よ、お前の炎はまだ燃え尽きてはいない。釈迦は一気にそのクロスを託し、教皇の前へ向かうよう告げる。仲間のために、アテナのために、その力を使え。聖夜が絶体絶命の中、そこへフェニックスの一騎が現れる。聖夜、俺も共に戦う。一騎はサガに挑み、互いに精神攻撃を繰り広げる。だが、サガの闇は深く、一騎もまた力尽きて倒れ伏した。それでも、一騎の叫びが、聖夜の胸を突き動かす。立て、聖夜。お前には仲間がいる。その時明かされる真実。サガこそが先代教皇を殺害し、その座を奪って聖域を支配していたのだ。この聖域もアテナも全ては私のものとなるはずだった。怒りと悲しみが渦巻く中、聖夜は仲間たちの声を背に受ける。死、竜、氷河、春、一騎、そしてアテナの呼びかけがコスモを押し上げる。聖夜、お前に託す。聖夜の拳に無数のコスモが宿り、燃え上がる。これがみんなの力だ。ペガサス水星剣。拳がサガを打ち抜き、ついにその体を打ち倒した。倒れゆくサガの前に、女神の像が輝きを放つ。そこから解き放たれた光は、黄金の盾を通じて、アテナへと届き、彼女の胸を貫いていた黄金の矢を消し去った。沙織は、ゆっくりと目を開け、アテナとしての力を取り戻す。サガ、あなたの心に本来の正義が残っているのなら、涙を流し、サガはひざまずいた。アテナを許しよ、そう言い残し、自ら命を絶った。こうして、12級をめぐる死闘は終わりを迎えた。
聖域に朝日が差し込み、アテナ、沙織は決意を新たに告げる。私を守るためではなく、真の正義のために、これからも共に戦ってください。聖域を守るセイントたちは、互いに支え合いながら、アテナの前に立った。その瞳には、次なる試練へと向かう強い光が宿っていた。12級編、ここに終幕。チャンネル登録、高評価お願いします。